こんにちは。旅と鉄道のチャンネルです。今日は東京駅から始めたいと思います。見えてる列車が最近デビューした最新の E8 系山形新幹線の翼号になります。今回はこれを動画にしようと計画しておりましたが、鉄道系 YouTuber あるあるですが、その日の撮影状況、周りの環境などによってうまく撮影できなかったので編集ができずボツにいたしましたが、ちょっと撮影した分がもったいないのでここで少し紹介したいと思います。乗ってきたのは山形を7時8分に出発する翼124号という列車で、途中の福島駅で仙台を7時45分に出発する山彦124号と連結される列車となります。この列車には時刻が合うのを探してて、たまたま指定が取れたので選んでみましたが、なんと最速の列車でして、停車駅は始発の山形を出ると米沢、福島、大宮の3駅にしか止まらないという爆速のタイプでございます。一世代前の山形新幹線 E3 系の最高速度は285キロでしたが、今回の E8 系からは300キロに速度が上がっておりまして、速すぎてよくわかりませんが、利根川を渡って最後の停車駅大宮を出発しますと、次は東京となりますが、途中の上野駅は全ての列車が止まると思っておりましたが、この列車は通過する扱いになっておりまして、これには少し驚きました。車内はこんな感じで、座席の色はもみじを意識したようなカラーリングに変わっております。では E8 系の紹介はこの辺で終わりにしまして、今回は茨城県南部にあります鹿島神宮と、それから県が変わりまして千葉県の北部、鹿島神宮からは列車で20分ほどのところにある香取神宮、この2社を巡ってみたいと思います。それでこちらに向かう手段としましては、東京駅八重洲口のバスターミナルから鹿島神宮行きの直通バスが出ておりまして、これに乗るのが一番便利なんですが、今回はこれを鉄道で行ったらどうなるのかという企画で動画にしてみたいと思います。ちなみにもう一社息栖神社を含めて東国3社と呼ばれておりまして、この3社を効率よく巡れるようなバスツアーなどもいろいろと発売されております。関西人の私にとってこの東京駅はちょっと巨大すぎて右往左往してしまいますが、掲示板などを見て地下ホーム4番線の総武快速線乗り場にやってまいりました。それでまずは1本目の列車、成田エクスプレスに乗車です。こちらは全席指定の特急列車になりまして、行き先は成田空港なんですが、始発駅はそれぞれ違いまして、八王子、大宮、あるいは横浜などから品川を経由して東京に向かい、そこでそれらが合流連結されて成田空港に向かうという形になっているようです。では列車は地上に上がってまいりまして、まずは成田エキスプレス同士のすれ違い、大きな河川荒川を渡りますと、しばらくは東京都江戸川区ですが、少しすると千葉県に入ります。この路線はかなり需要の高い路線かと思いますが、複々線で横須賀方面と中央線方面の列車が頻繁にやってきますので、車窓を見ていると爽快な感じがしまして、なかなか楽しい路線でございます。成田エキスプレスの停車駅は東京を出ますと千葉に止まっ
して次は空港第2ビル、そして終点の成田空港となりますが、こちらは途中駅の千葉駅を出たところです。正面に見えているのが珍しい懸垂式のモノレール、千葉都市モノレールとなりまして、この辺りで列車は大きく左にカーブして、途中の桜駅からは路線名が変わって成田線を走ります。最高速は一応130キロということになっておりますが、おそらく線路の規格が違うためだと思いますが、成田線内ではかなりゆっくり走っている印象です。では前方に見えているのが京成電鉄との共同で使用する線路、空港連絡線になりますが、こちらに合流していきます。ちなみに京成電鉄にも空港アクセス特急がありまして、スカイライナーと言いますが、そちらを利用しますと所要時間が空港まで42、3分、成田エキスプレスの場合は所要時間が54、5分なので10分少々変わりますが、出発地点が東京の上野かあるいは日暮里になりますので、東京駅の起点と考えるとそこのところはなかなかどちらを選ぶのがいいのか悩むところでございます。ちょっと地下区間に入って暗いですが、こちらが京成スカイライナー、最高速は160キロの爆速特急となります。では東京からは55分の所要時間で成田空港駅に到着です。ここで一旦改札に出て、わずかな区間京成電鉄で成田駅までの乗り換えとなります。 JR 線にも各駅停車はありますが、1時間に1本しかないので時間の関係でこちらを選びましたが、空港内で食事などとって時間調整をするのも悪くないかなと思います。乗ってきた空港連絡線とは別の線路を通りまして、列車に乗っている時間はわずか5分少々ですが、京成成田駅に到着。振り向きますと、こちらが JR の成田駅になります。成田駅では初めて降りましたが、滞在時間はわずか2分ということでホームに降りてまいりました。ここからはまた JR に乗り換えまして、左は我孫子行きの E231 系ですかね。乗るのは右側のこちら209系ですかね。 JR 東日本を表すアルファベットの E が頭につかないタイプなので、おそらく国鉄時代に設計を開始されたような古い車両になるかと思いますが、普通列車の銚子行きに乗車でございます。走ってるのは茨城県から利根川を越えた千葉県側になります。車内はこんな感じ。この辺はなんか高い山があんまりないので天気がいいというのもありますが、爽快な感じがする景色が広がっていきます。では成田からは6駅目、30分ほどの乗車で香取に到着です。この駅は香取を名乗っておりますが、香取市の中心街は一つ手前の駅佐原になりまして、ここは閑散とした無人駅ですが、徒歩で行こうと思いますとここが一番近いところで、この見取り図によりますと歩いて30分ほどかかるようです。こちらが道中の様子。普段山がちなところに住んでるので、なんかこの辺は高い山がないので新鮮に映りますね。さてだいぶ進みまして香取神宮裏のあたりに来ております。撮影したのは12月上旬頃ですが、ご覧の彼岸花が咲いておりました。さて当初は佐原駅からバスが出てまして、これに乗って神宮に行く予定でしたが、本数がちょっと少ないので諦めて歩くことにいたしました。平日は1時間に1本、休日は30分に1本ぐらいあるので、かなり利用しやすくなるかと思います。では少々歩き疲れましたが、香取神宮に到着です。こちらが荷塗りの
総門となります。少し進みますと今度は楼門になります。これはちょっと修復工事中で見れずに残念でしたが、ホームページの画像をお借りしますとこんな風な感じで、これは重要文化財に指定されているようです。この楼門をくぐりますと拝殿が見えてきまして、拝殿の奥が本殿となっております。今まで様々な神社を巡ってまいりましたが、この神社が一番かっこいいって感じがしますね。現存する拝殿は昭和の初め頃に建て替えられたものになりますが、創建は一説によりますと紀元前600年頃と言われております。主催人は普通主という神様で、国譲り神話に出てくる神で、天照大神から派遣されて出雲の大国主に国を譲れと迫ったのがこの普通主ということに日本書紀ではなっております。ところが同時代に書かれたであろう古事記の方にはこの普通主は登場しなくて、鹿島神宮の主催人竹三日月が派遣されたことになっているというようなことがこの香取神宮の由緒書きには書かれております。では今度は要石を見に行きます。これは地震を鎮めるために大昔に埋められたと言われておりますが、見た感じは小さく見えますが、どんなに深く掘り進んでも根元は見えなかったという逸話がございます。なお要石のある神社は全国に4社しかなくて、次に向かう予定の鹿島神宮とこの香取神宮が最も有名でございます。ではちょっと場所を変えまして、香取神宮の最後はこちら奥宮となります。ここに普通主の荒御霊が祀られているということでございます。では香取神宮を後にしまして、今度は鹿島神宮に向かいたいと思います。この辺り利根川をはじめ大きな河川とそれから湖もあって、なんか列車に乗ってるんですが船に乗ってるような景色になっております。香取からは路線名が変わりまして鹿島線になりますが、およそ20分ほどで鹿島神宮駅に到着です。さて東京駅でバスに乗った場合2時間弱でこちらに到着いたしますが、先に香取神宮に行ってしまったので行かない場合を比べてみますと、所要時間は最速で2時間40分かかるというのと、お値段も成田エキスプレスを利用しますと総額で4200円ほどかかるのに対して、バスに乗りますと1950円なので、バスの方が早くてお財布にも優しいということが分かったわけでございます。駅からは割と近くて5分ほどでこちらが大鳥居でございます。鳥居を越えて進みますとこちらが拝殿。先ほどの香取神宮とは対照的に装飾の抑えられた質素な造りとなっております。主催人は竹三日月。国譲り神話では要は遠征したわけなんですけども、今でいうところの軍の総司令というようなイメージで、現在一般的には竹三日月が大将で香取の普通主は副将だった説が有力ですが、日本書紀ではこの立場が逆転しているような記載もありまして、そのあたりは今後の研究を待ちたいというところでございます。では今度は奥参道を進んでいきます。この道はレイライン、いわゆる夏至の日の日の出の方角から冬至の日の日没の方角に沿って道が伸びておりまして、これを
日の昇る方向、いわゆる東の方向に5キロぐらい進んだ海岸線にあるのがこちらの鳥居となります。こういった鳥居が東西南北4カ所に存在しておりまして、それぞれ何らかの天体的な要素を含んだ場所にあろうかと思われます。こちらが西の鳥居となりまして、川の真ん中に立っている鳥居でございます。では奥参道を進んできました。こちらがさざれ石になります。日本各地の神社にさざれ石は置かれておりますが、どこが君が代の舞台なのか、近年岐阜と滋賀県の県境にある伊吹山付近の神社が有力視されておりますが、他にも主張するところがあって、これについても今後の研究を待ちたいと思います。お隣には鹿さんが飼われておりまして、古代に遡りますと、例えば奈良公園の鹿は正確には春日大社の鹿になるんですが、春日大社はこの鹿島神宮から分かれた神社ですので、奈良の鹿はこの鹿島神宮から連れてこられた鹿だという説が有力なようでございます。ではさらに進みまして、今度は要石を見てみたいと思います。香取神宮とこの鹿島神宮の要石は地中でつながってるんじゃないかという説もありまして、十数キロ離れているのでそれは多分無理やと思いますが、興味深いことに形がこちらは凸凹の凹の形、一方の香取神宮の要石は凸凹の凸の形になっております。いろいろと共通点のあるこの2社ですが、個人的な見解としては香取神宮が男性神で鹿島神宮は女性神、そんなイメージを抱いた次第でございます。なお神宮という社格について、江戸時代以前は伊勢神宮と香取神宮、鹿島神宮、この3社のみが神宮と呼ばれていたようで、明治期以降に名古屋の熱田神宮と大分の宇佐神宮も神宮と呼ばれるようになり、さらに明治天皇崩御の後に明治神宮と平安神宮が建てられ、現在では7つの神宮が存在するということでございます。なお丹波の国に出雲大神宮という神社がございますが、この辺を解説しますとかなり長くなりそうなので、この辺で終わりにしたいと思います。では今回は東京から鹿島神宮と香取神宮を巡ってみたという旅でございました。皆さんの旅の参考にしていただければ幸いでございます。ではご視聴ありがとうございました。